これをよく揉み込みます。ゆっくりはい、皆さんこんにちは。中華春菜森本の森本でございます。本日ご紹介する料理はレバニラでございます。プロも知らない技法を使った至高の、レバニラ炒めをご紹介いたします。今回、ちょっと複雑なところもあるんですけれども、ご家庭でも絶対できますんで、ぜひ学んでいってほしいと思います。それではよろしくお願いします。ニラは適当に切っていただいて、で、ニラの軸の部分はもうちょっともやしと一緒にしようかなと思ってます。ちょっと硬いので。レバー、このレバーが肝心なんですけども、僕は豚レバーを使います。こういったレバーですね。鮮度が良ければいいほどやっぱり臭みもなくて美味しいレバニラ炒めができるので、食べた食感がやっぱり牛のレバーはちょっと加熱するとなんかボソボソっとした感じになって、豚のレバーの方がブリブリっていう感じがします。で、栄養素もアラギドン酸っていうのが非常に高い、数値がありますので、夏バテ防止の代表的な夏メニューにもってこいの料理なので、豚レバーがいいですね。はい、もう適当に切っていきます。レバーっていうのはなんで臭くなるかと言ったら、血が残ってるとか鮮度が悪いとかいうので、なんか臭い、レバー臭いって言って敬遠される方もいるんですけれども、本当は血抜きとかが原因じゃないんですよね。血抜きをしたとしても、実際 9% ぐらいしか血が抜けないらしいんですよ。レバーっていうのは3分の1ぐらいはもう血液の塊でできてる臓物なので、臭みと血抜きっていうのはそこまで関係ありません、実は。ではなぜ臭くなるかと言いましたら、加熱方法にあるんですよね。この豚の持ってる血とアラギドン酸が100度以上の加熱によって臭みを起こす症状が起こるんですよね。なので加熱するときは100度以下で加熱すると臭みが起きにくいっていう現象になります。僕がやる今回のやり方は、血も、臭みも抜いていきます。結構抜いたところで、レバーっていうのは本当に味が強い食べ物なので、ある程度この血抜きとか、臭みとかをやっても、豚レバーっていうか、レバニラっていう感じは損なわれないので、やります。はい、これ寒水っていうのを入れます。これ、ラーメンとかにも入れるやつなんですけれども、アルカリ性水溶液ですね。これを入れることによって柔らかさや弾力性を持たせる、レバーのボソッとした食感をブリンブリンにする効果があります。これはラーメン屋さんとかに言えば手に入ります。もともとこの寒水っていうのはモンゴルの湖の中で偶然発見された塩水なんですよね。アルカリ性の強い塩水で、昔それを使って麺を茹でたところ、これ美味しいじゃないかということで、派生していった寒水ってやつですよね。
でこれと水もちょっと浸します。 200cc ほど、アルカリ成分が入っているので手がヌルヌルになっちゃうんですけれども、これで、でこれで30分置きます。で、30分置いたものを、水で切って10分約10分以内ぐらい、流水をします。10分ぐらい水を流していきます。結構強めに。結構強めですね。本当に対流するぐらいがいいかなと思います。はい、ではこちらが、10分水を流したやつですね。でこちらを、下味をつけるので、水分をまず取っていきます。この豚レバーの下味の工程の中で水分を取るっていうのは大事な調理工程の一つです。牛肉とか、普通のお肉だとかは水分を足していって下味をつけて仕込むんですけど、内臓系に関しては水分が全く入らないんですよね。ホルモン系だとか、もちろんこのレバーとか内臓系とかなので、こいつの持ってる水分気をこれでもかいうぐらい取ります。これが本当にポイントになります。レバーの断面図に血管とかも入ってまして、その血管の中も、血とか臭みがありますので、これをゴリゴリすることによって布がね取ってくれますんで、こういった感じです。ここの、血管とかもきれいに掃除されてますね。こういった動作です。でこれを入れていきます。下味つけていきます。こういう状態ですね。ねちょねちょねちょで血管もきれいに洗いました。これで臭みとなる部分は取れました。醤油入れます。ちょっとで、うまみちょっとで、砂糖で、重曹ですね。重曹もほんの少し。これでお肉柔らかくします。でこれをよく揉み込みます。で、これ、白酒ですね。高粱で作られました中国の、焼酎ですね。なければ、九州の焼酎とかでもいいです。入れてください。この強いお酒を入れることによってレバーの臭みもまた取り除くことができるので、ここに卵でコーティングします。この全卵入れることによって油同士とか炒めた時に剥がれやすくなる。あと保湿ですねが決まります。でここで、登場するのがにんにく油。これにんにく油も最後入れます。これ結構ポイントなとこですね。にんにく油を入れるという。で仕上げにこれ片栗粉でコーティングですね。あまり入れすぎるとゴッテゴテのなんか唐揚げ状態になっちゃいますので、あくまでもお肌でいうところのファンデーションみたいなお化粧させるぐらいな感じで、この合わせだれはシーズニング、オイスターソース、グラニュー糖、うまみ調味料、チキンパウダーでお水、ローチャオ、中国のたまり醤油を混ぜて作っておいたものです。まずはね、もやしだけ、茹でます。ちょっと工程的に、野菜と肉を一緒に炒めると、炒めるバランスが悪かったり、こっち
が水分が出ていっちゃったりするので、もやしだけ先に炒めておきます。ちょっとだけ下味入れますね。塩、砂糖、うまみ、ほんのり下味がついてればいいです。水に OK です。入れます。もやしもやっぱりもやし臭いっていう時もありますので、もうさっとです。OK。でさっと炒めてこいつの水分を飛ばしていきます。この時に茹でた時の味があんまり入ってなかったら塩、うまみで炒めて溶いてください。茹でるっていうので、味付けのムラを補うのと、臭み取りっていうのと、あと早く加熱ができるっていうことですね。でここで軽く炒めることによって、もやしの水分が飛びますので、時間が経っても、べちゃってならないから、先ほど言いました、レバーは、100度以上の加熱が起こると臭みが出てきますので、油通しします。で100度以下ぐらいで油通しを一気にします。 OK です。だいたい120度30度ぐらいの設定にしていただいて、でここで、お肉を入れることによって一気に温度が下がって100度以下で加熱ができます。はい、ですね。ちょっとゆっくり加熱していきます。はい、こんな感じで。できることならやはり新鮮なレバーを激戦して使ってください。でこれで OK です。返します。 OK で炒めの工程ですね。にんにく入れていきます。にんにくもじっくり焼いて香りを出していってください。でここで、ちょっと強火にしてもう中は火が入って柔らかくなったので、お肉の香りだけを炒める工程で入れていきます。あまりやりすぎると肉の臭みが出てくるので、そこだけ気をつけてください。でここに合わせだれを入れます。水と片栗粉でごま油ちょっと入れます。でもう一気に入れていきます。OK です。でニラを入れてさっと煽ればレバニラの出来上がりでございます。こんな感じですね。非常にブリブリで柔らかい仕上がりになってます。はい、で盛り付けします。もやしは下に引いちゃってください。でここでレバーも上からジャーッと入れていきます。
至高のレバニラの出来上がりでございます。ではいただきます。どうぞ。プリップリですね。ですね。はい、すごい美味しいです。全然違うでしょ。はい。はい。これはやはりその豚レバーとやっぱその乾水の相性だったり、牛レバーだとちょっとそれでもあんまりプリプリまで持っていけないんですよね。豚レバーだからできる口当たり。なんかすごいシャキシャキしたもやしと、あとニラともすごい合っていて、ご飯進みそうですね。そうですね。一緒に炒めてもいいんですけども、結構スピード料理になっちゃうので、一緒に炒めちゃったらやっぱもやしの水分とかがべちょって出てくるから、しっかりそのレバーに味付けても味がぼやけたりもするんですよね。だからお野菜とかは下に置いといて、でメインのものを炒めて上に置くっていうのが、味のが分かりやすい。お肉を食べて野菜を食べる。プロも知らないテクニックというのがあって、本当絶品だと。至高のレバニラですね。そうです。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。